今のなんかで聞くのもちょっとあれなんですけど、はいはいはい。湿度さんがローランドさんと2人でまあ喋ってるのをはいはいはい。ちょっと僕は撮ったんですけど、はいはいはい。本当に1年10ヶ月お世話になりました。いやこちらこそありがとうございました。ありがとう。失礼します。まあ共有はされてるんですよね。はい。単純に信用してない融資をっていうところ、あの人に何ができるんですかっていう多分ところを本人にも言われたし、本当に正直にもう言っていいのであれば、そこにユウさんも入られてしまうっていう時に前来の信頼を置けない方が。ありがとう。ユウシさんはなんだろう、テレビ朝日の地上やった時に、はいはいはい。ホストの休日やったんじゃないですか。いややりました。ちょっとこう金銭かけてバグってるとこバグってないですよ。バグってないバグってない。歩いていくんですよ。タクシータクシーで行く？で行きます。ここからあそこまで？あれって5分くらいですよね。いや暑いっすね。でもそこからちょっと嫌だなと思ったんですけど。20歳のグッチなんか入ったこともないんですけど、お6年かげさまで初めて入ってみて、グッチっていうところにね。でも別になんかあれですよ、なんか金銭感覚バグってるつもりがないというか。いやバグってますこれは。いやで確かにこう高いじゃないですか。車もそうやし、時計とか、スーツだったりとかカバンもそうだし、結局別にホストじゃなかったらいいんですよ別に僕。ぶっちゃけこの仕事してなかったら全然小汚い T シャツ、小汚いって失礼かもしれないですけど、別に何もブランドもない T シャツでいいし、靴だって別に適当だっていいし、この世界にいるからですよね。なんか融資を作り出さないといけないんですよ。これなんか水商売全部共通するのが、やっぱ源氏名があって、なんか別人格にならないといけない、だって普通の男女にこんな莫大なお金なんて払わないじゃないですか。そんなん当たり前じゃないし、てか普通じゃないんですよ。異常だし、だから孫さんよく言うじゃないですか。なんかもうおかしいと、狂ってると、ホストはおかしいと、ホストは嫌いだと。いやでも孫さんが言う気持ちって僕めっちゃわかるんですよ。ぶっちゃけ僕もホスト嫌いだし、客観的に見て楽だなって。やっぱこう若くてお酒飲んで女の子と話して、で給料なんてもう下手したら4桁もらうわけじゃないですか。だから客観的に見たらなんか確かに調子乗ってるなとか、金銭額バグってんだろうなみたいな、そんな感じでなんか見えたりするのもすごいわかるんですけど、根本は別に何も興味がないというか、こう車もそうだし服装もそうだし、チャリンコが一番落ち着きますもん。確かにチャリンコ乗って飯屋大磯に来る男に6億円使わないですもん。長靴履いてママチャリに傘さしてましたからね。でももちろんあれがいいっていう人たちももちろんたくさんいたけど、やっぱこう莫大なお金をかけて人間を押し上げるっていうのに、やっぱりそれなりにやっぱ自分もなんか作り上げないと、やっぱりそこに価値は生まれないのかなっていうのは。でも厳密的に言うと、じゃあ、去年、6億2300万、じゃあほぼ手に入ったのは3だと言って、で多分税金なんか払っていろいろ多分 1.8 ぐらいは残って、じゃあこれが1600円でまだ1億これがそんなもうそもそもそんな残ってないんやって。そんな残ってないの。いいなぁ、どんな気持ちなんだろう。ちなみにちょっと今の段階で聞くのもちょっとあれなんですけど、湿度さんがローランドさんと2人で喋ってるのをちょっと僕は撮ったんですけど、自分はもうローランドさんがトップだと思ってたんで、前来の信頼で
もうお慕いしていたっていうところではあるんですけど、そこにユウさんも入られてしまうっていう時に前代の信頼を置けない方が上に来てしまうんであれば、どっちに忠義を尽くしていいんだろうかっていうところの戸惑いだったりだとか、本当に1年10ヶ月お世話になりました。いやこちらこそありがとうございました。ありがとう。失礼します。まあ、共有はされてるんですよね。もちろんもちろん。僕もね、まずこう、統括代表になったんですけど、統括代表になる前に、もちろんそのやっぱり本店の店舗のスタッフたちの声はやっぱり聞かないといけないし、東京まで行って夕方会議をすると、会長も出席して、話す機会を設けたんですよ。たら、来なかったわけですよ。あれがボイコットか。そう、書面で送られてきたやつ。そうですそうです。ほぼほぼもう内容が決まっていて、もう聞き入れてもらえないっていうところが思ってたです。だからその会議で話し合って一つの意見を作るっていうのが、もうそこでは不可能なのかなというところがあったので、その融資を評価しない部分も、反対意見も俺は聞くべきだと思うからさ、なんかどういうところがやっぱ本当に正直にもう言っていいのであれば、禁酒の期間に酒を飲んだり、細かいルール違反が多々あって、もう決定っていうよりかは、その話し合いであなたたちが納得する答えを出してくれるんだったら、別に俺は統括代表じゃなくてよかったんです。ただその会長が出席される、会議に出席しないと。でそれだったらもう手段は一つしかないよね。ただその湿度とかのが言ってるのは、僕が、当時コミュニケーション取れてなかった、純粋に僕の、責任だなっていうのは思いますね。なるほど。もちろんプレイヤーやってる時はやっぱりね、わがままだったりとか、もちろん運営サイド迷惑かけることもあったし、僕も約束破ってダメなことした時とかももちろんあるし、やっぱり信頼の積み重ねを、僕が得てなかったから、そのやっぱり言ってる意味っていうのは正直僕も理解できるし、なるほどね。やっぱり急にやっぱりね、こうまた融資戻ってきて、じゃあ代表やると、時にやっぱり困惑しますし、俺もあっちの立場だったらやっぱり異議は唱えると思うんですよ。そのやっぱり一緒にいた時期に、こう人としてとか、こうビジネス仲間として、信頼関係を築けなかったのは全部僕の責任なの。それがそういう立場の人間だと思うんで、僕が。なるほどね。ただやっぱりこうなんていうんだろうな、甘くはないというか、お店を作り上げるっていうのは、正直去年も別に俺すごい本気で店のことも考えてやってたつもりなんですよ。従業員に対してコミュニケーションとか、従業員の売り上げだったりとか、自己満ですけど、店のことも考えてやってたつもりだったし、会社に所属してる人間としてやっぱり言われたからには、その責任を果たさないといけないなと思うし、だからプレイヤーやりながらも、新店のことやりながら、僕がいなくなる本店のことも考えつつ、やったりとかしてたんですけどね。なるほど。しょうがない。でも現状厳しい意見で言ったら、本当に今の本店はやばいです。なんか悔しい反面もあるし、一緒にやりたいっていう気持ちもあるし、だからこそなんていうんだろうな、だからなんかそうやって思わせてたのはなんかすごく申し訳なかったなってすごい。なるほど。
ちなみに運転される方って、どういう関係なんですか？AJ ですか？はい。AJ？ AJ。もう彼は、友達ですね。お友達？なんか僕が、失踪してた時あるじゃないですか。はいはい。2年半、引きこもってる時の、僕2年くらい本当に家で引きこもってたんですけど、その時にゲームやってたんですよ。気づいたら本当一日中ずっとゲームやってるとか、でたまたまそのオンラインで出会ったのが彼だったんですよ。マジ？はい。僕って一応、当時で言ったら一番だったじゃないですか。で失踪する前ね。失踪する前、で俺のことを知らないっていうのが楽。そうだったんですよ。誰にも相談できなかったし、誰にも話せなくて、いろいろ病んで、結構、精神的に結構きつかった時期だったんですけど、なんかそういう状況っていうのも知らないし、ただなんか本当にフランク毎日本当に何十時間も一緒に、もう本当くだらない、もうバカみたいな小学生みたいな会話しながら毎日を過ごしてたんですよ。一緒にゲームした仲間がこんなこと語ったらどんな気持ちですか？いやー、びっくりですよね。あれ引きこもり仲間じゃんっていう言ったんですよね。いや別に引きこもりじゃないですけどね。AJ さんは引きこもりじゃなかったんですか？引きこもりじゃないです。引きこもりは藤井さんだけ？もう僕だけです。彼はちゃんと働いてました。そうなんですね。仕事終わったら、だいたいニートなんで、いつでもいるんです。俺はいつでもいるみたいなるほど、そういう関係なんだ。そう。じゃあもともとどういうお仕事されたんですか？僕は営業みたいな感じですね。なんかコピー機とか文房具とか売ってたんですけど、すごい田舎なんで。どこなんですか、ちなみに？北海道の標津市っていうところ。じゃあ北海道からお仕事辞めて今こちらに？そうですね。わあ。そうなんですよ。絶対後悔しますよ。大丈夫ですか？なんでやねん。今のところまだ楽しいです。何でも喋れます。そうですね。で本当なんか従業員からしたら、とかお客様からしたらやっぱり有志とか有志さんとか、去年の結果があって、やっぱ今出会う人たちって持ち上げてくれてるというか、別に大した人間でもないし、ただやっぱり大きい結果があって、やっぱ有志さんってこうだよね、すごいよねとか、なんかそういうのがあって結構苦しかったりするんですけど。じゃあ唯一息抜きできる相手でもある。そうですね。本当にこう、彼も、仕事中は結構もう気使って、なんかこう接し方気使ってくれるんですけど、こう普通に2人の時とかはもう全然もう飾らない、ただのもう本当にフランクにタメ口でなんか接してるんで。東京大阪結構行き来するでしょ？行き来しますね。 AJ さんはどうするんですか？ AJ はもうついてきます。大阪に一緒に。東京にはなんでついてくるんですか？いやもうボディーガードです。何をボディーガードされる？ちょっと待って、誰からボディーガードされる？マライケリか？いやじゃあマジで誰からボディーガード？じゃ孫さんじゃあですよ。これ本当に調子乗ってるわけじゃないんですけど、何があるか怖いじゃないですか。結構声かけられます。そうグイグイ来るわけですよ。特に大阪とかなんで、ちょっと J にでも彼すごいですよ。重量上げの日本3位とか。そうなんだ。やっぱここ左です。ここ左。よし店来てダッシュ5分。はい。いやマジかっこいい。おっす。来てます今。来てるのは全部東京です。何件来てます？正直前に車あったら止めれないです。うわやば。お互いが今16番、18番空いてるから出せるんですピカピカですね。出ますっていうのをオーナーに直接言ってもらった方がいい。おはよう。なんで呼び出されたか知ってる？いやめっ
ちゃ急に呼ばれたんで僕なんかやったかなと思って僕めっちゃ考えましたもん学校の先生呼ばれた時みたいな気持ちしたよなんか何したかな思っていやなんかいいな、やんちゃしてる気分だな。何やねんそれやんちゃしてる気分って全然僕の車とかじゃないのに気持ちいい気がしませんいやなんか優越感あるよね。そうですよね。いやいつかクレアとかレイヤが車買って店出勤してきたらなんかおもろいな僕絶対バカにされますよねいやでもレイヤ成長したもんねこの3ヶ月。本当ですか？いや成長したよ。いやめちゃくちゃ嬉しいそれはマジで。いやもう最近ローダンのショー怖くて見れなくなったなんでですか？いや何書かれてるんかなと思いながらコメント欄とか。でもそうさ月あったじゃないですか。東京出勤したウルさんがやらかしたやつ。そうあの月レイヤナンバー2なんですよ。あそうなんですよ実は。マジ？何があったんですか？いやタワーもやってそうなんです。タワーさせていただいて。もう掃除組卒業？もう全然抜けてます。ナンバー2になったんですよ。じゃあもう売れないホストを卒業？ココイチに並んでた。そうです大阪出たらココイチでしょ。そうですよね。はいココイチめっちゃ並んだんですようちのレイヤとか。そうっす。いやでもレイヤに関してはマジでプレッシャーでしたようわ俺この子売らせられなかったらマジでどうしようみたいな。なんかもう親御さんに合わせる顔ないなみたいな。でも今孫さん、そのクレアいるじゃないですか、彼もすごい成長したんですよ。だってだって今チーム持ってるんですよ。本当お店の柱ですよ。でそれでまた研修したらまだホランドさんに呼び出されてお前失格とか言われるパターンですよね。責任感なさすぎんなっていう、適当にやってんじゃねえよって。でもそれもさ何年か経ったら本当笑い話っていうか、レイヤはレイヤで大学生とかさ、そのなんか話し方がとか、こいつはホストじゃないまだ学生だとかさ、たくさん言われるじゃん。言われましたね。でクレアはクレアでさ問題起こしたりとかしてさ、子供だとかさ、こいつは幹部としてはまだ早いんじゃないかとかたくさん言われるけどさ、俺もひどかったからね相当。だけどもこうさやっと6年経ってやっとこうやって日本一とか自分のお店持っていい車乗って従業員乗せてドライブしたりとかさ、結局諦めないでやり続けることは大事なんやな、何言われても。